お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、機動して敵に突撃し、ソ連軍を震撼させた戦闘車両、3号突撃砲を解説する。前編の投稿から若干期間が空いたな。仕事が盛況なのはいいことなんだが、YouTube にシワ寄せが来るので考えものでもある。さて、前編では3号突撃砲の命名の理由、わざわざ戦車とは異なる戦闘車両を開発したドイツ国防軍の動機等について解説をした。結果として第二次世界大戦の皮切りとなったポーランド戦役には間に合わなかったんだが、ドイツ国防軍がようやく量産に着手できた3号突撃砲の A 型は、初期生産の不慣れも手伝って、合計30両の生産計画は伸び伸びとなるなど、後年の活躍から見ると意外なほど生産に手間取っていた様子が伺える。まあほら、最初は何でもそうだからね。A 型にはどんな特徴があったの？ A 型は、当時のドイツ機構部隊にとっての新鋭戦車にして主力戦車を構成する予定だった3号戦車の車体をベースとして利用している。少し話がそれるが3号戦車が主力戦車を構成する予定だったってどういうこと？グデイリアン将軍が構想に関わったいくつかの戦車のうち、対をなす存在として2種類の戦車があり、それが後年の3号戦車と4号戦車だ。もともと、3号戦車は新鋭の設計を盛り込んだ主力として配備予定の戦車だったのに対し、4号戦車は保守的な設計でどちらかというと3号戦車の補充的な扱いだった。しかし、いざ実戦に投入されてみると、3号戦車の生産性の悪さ、4号戦車の武装乾燥の容易性などが手伝い、4号戦車の活躍が予想以上に大きく、逆に3号戦車は主力級としての活躍が困難だったという事情に基づく。設計段階は補欠扱いだった戦車が活躍を見せたんだね。3号戦車の車体をそのまま使ったの。3号突撃砲 A 型は、3号戦車 F 型の車体を使用してはいるものの、戦車と突撃砲の顕著な相違点が考慮された変更が施されている。戦車と突撃砲の顕著な相違点って、旋回式の砲塔の有無だ。突撃砲には旋回式の砲塔がないので、戦車と比較して装甲を増強しても、車両全体の重量に与える影響が戦車と比較して少ないため、3号突撃砲 A 型に、3号戦車 F 型の車体を利用する際には、積極的な装甲の強化が施されている。次に量産化された B 型は、同じく3号戦車の車体をベースにしているが、こちらは3号戦車 H 型を規格としており、合計300両以上が生産されている。この単方針型は C 型、D 型、E 型と続いた。3号突撃砲はずっと単方針だったの。超方針型に転換したのが E 型の次の F 型以降だ。なんで超方針型になったの？理由は、独ソ戦だ。バルバロッサ作戦によりソ連領になだれ込んだドイツ国防軍だったが、世界一と自負していた自軍の装甲部隊を苦しめる戦車部隊をソ連軍が擁している事実に驚愕し、慌てて中央から調査団を派遣するわ。急ピッチで装甲を強化した新型戦闘車両を開発するわで、てんやわんやだった。このソ連軍に対抗する対策の一環として遂行されたのが、3号突撃砲の超方針化だった。打ち抜けなかったか、単方針では。ドイツ国防軍がソ連軍を舐めてかかっていたわけだが、装甲等による防御力に優れた戦車を密かに開発していたソ連軍の面目躍如といったところだろうか。ソ連軍に対する苦戦、特に世界に誇るドイツ装甲部隊でも撃破できないソ連軍戦車の存在という事実に、ドイツ国防軍首脳部も十分に衝撃を受けていたが、何より激怒したのは、あの人物だった。誰？東条英機が彼は一兵卒、世は大将という内容で称したあの人物。ヒトラー総統だ。ヒトラー総統は突撃砲の再開発を速やかに下令し、機動力は多少犠牲にしてでも防御力を強化するとともに、何よりもソ連軍に対抗できるよう攻撃力の高い超方針を装備するよう指示した。もともと突撃砲の武装強化を検討事項としていた陸軍当局は、カノン砲の搭載を目指すべく、クルップ社に対し同砲の開発をすでに発注していた。クルップ社製のカノン砲が搭載されたの？いや、ヒトラー総統の激に反応し、クルップ社とは別個に、
ラインメタル社にも突撃砲に搭載するための火砲の開発を発注し、結果としてラインメタル社製の火砲が搭載される運びとなった。クルップ社といえども袖にされるんだね。ラインメタル社製の火砲はどんなやつだったの？対戦車砲である PAK-40 を基礎とする火砲だ。PAK-40 は対戦中に2万3000門以上が生産されたドイツ国防軍の対戦車砲の中核を担うことになる火砲だ。ソ連軍の戦車の装甲貫徹を目指した強大な威力を有し、かつ、前身の火砲に備わっていた防順の曲線を取り除くなどして生産性も向上させた代物だ。威力を重視した結果、ちょっと機動性に欠ける嫌いはあったんだけどね。PAK-40 の開発もバルバロッサ作戦と関係を有しており、ソ連軍戦闘車両の防御力が情報として伝達され、可及的速やかに実戦投入すべく、開発が急がれていた。PAK-40 をそのまま搭載できたの？超方針型に3号突撃砲を改良すると言っても、PAK-40 に何も手を加えずに搭載すると、砲身が長すぎて構造上無理が生じるため、砲身を短くして、車内からの操作で目標を照準できるよう改良されている。さらに、砲身の長さを考慮し、戦闘室の天井もかさ上げされた。また、中対複座機を新たに設計するなどその他の改良も施され、3号突撃砲に搭載された。これが、3号突撃砲 F 型だ。貫通力を増強した3号突撃砲 F 型は、歩兵を支援する突撃砲兵という役割から、戦車を破壊するという対戦車自走砲という役割にシフトし、本格的に対戦車戦闘に投じられていく。そして、3号突撃砲の型として特筆すべきなのが、最終形である G 型だ。G 型は何が違うの？まず、生産台数が7000両を超えており、ドイツ国防軍の突撃砲の中でも主力を構成した型だ。また、戦闘室は新たな設計に基づいて製造されている。戦闘室はどう変わったの？まず新しい戦闘室の側面板には被弾軽視を考慮して傾斜が設けられており、敵軍の砲弾の運動エネルギーを分散させて、防御力を高めるよう工夫が取られている。さらに、戦闘室の容積を拡大して搭乗環境の改善等が図られ、戦闘室後部の壁が垂直となった関係で生産性も向上したそうだ。G 型は実戦に投入されて以降も、全体的な装甲の増強、ザウコプ防順の装備、上段ブロックの装備など、続々と改良が加えられた。肉薄してくる歩兵にはどう対処したの？それについても従前の近接火器に加えて、遠隔で操作できるマシンガンを配備して対処した。さて、以上の通り、3号突撃砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、日本海軍の頭脳を養成し続けた、知られざる数用機関、海軍大学校を開設した動画です。山本五十六や南雲忠一など、名だたる海軍将官らが海軍戦術のイロハを叩き込まれた学び屋にして、大規模な兵器演習場では海軍の使命を決する作戦が事前にシミュレートされる重要な場でもあった。対米戦に突入する前に山本五十六の主導の下で航空作戦にかかる兵器演習が実施され、海軍首脳部らが固唾を飲んで日本海軍の行く末を見守る海軍大学校での局面は手に汗を握るな。意外と知られていないが、対米戦に突入するか否かの判断に際して、海軍大学校は日本海軍の意思決定に重要な役割を果たしたと言えるだろうね。また、海大の入試問題も個人的には面白い。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。